皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日は以前この増築したウッドデッキに水栓を作っていこうと思います。それでは早速始めていきましょまず最初に流し台の排水の位置を確認します。こんな感じでここの辺りにパイプが通りますよということを目印にしておきました。ジグソーで切っていきたいと思います。作業しやすいように一部の床板を外していきます。床材を仮に戻してみます。そして流し台を置いて確認します。大丈夫そうです。事前に準備した排水パイプをここにちょうど来るように伸ばしていきたいと思います。これ床下につけたこのパイプが排水になっているので、こういう風に入るようにしておきました。フェンスの柱になる材料を製材していきます。今回はオーストラリアヒノキの 2x4 を使いました。半分に割っています。ということで、この角材にしたものを床下に這わせて、ここに縦の棒を、垂直に立てて、ここに、フェンスをつけていこうと思います。でこのままこうつけただけだとやっぱぐらつくと思うので、45度の支えをつけてやって、ここに棒を立てていくという形にしたいと思います。水に濡れても大丈夫なタイトボンド3を使っています。アウトドア仕様も可能なクレックのネジを使いました。フェンスの柱が完成です。先ほどの柱を取り付けていくのですが、今回は床板の下の面から取り付けるので、見えないところのネジを締め付けるのがやや大変でした。怪我をしてしまわないように丁寧に取り付けていきます。フェンスの材料はこのウッドデッキを増築するときに出た従来のフェンス材を使っていきます。10年以上使っているので完全にシルバーグレーです。自動カンナを使って表面をきれいにしていきます。10年経っても中はまだまだきれいなままですね。使えそうです。幅も切り揃えておきます。長さもスライド丸ノコで切り揃えました。ということで、このフェンスを張っていこうとしたのですが、この柱を取り付ける時にこのデッキ材のギリギリに取り付けました。でそうするとフェンスがこれだけ出てしまう、飛び出してしまうんで、これ最初に想定してた、考えてたのと違います。で間違ってここをギリギリに取り付けてしまったので、この向こう側にちょっと下げてやり直したいと思います。さあ、もう一度つけていきますが、先ほど言った通り、この壁と、このフェンスがつらい位置になってほしいので、この分だけ開けた状態で、ここに挟んだ状態でこのフェンスを取り付けていきます。そうすればここもぴったりということになります。いよいよフェンスを張っていくのですが、張る前に角を面取りをしておきます。面取りをしておくと手触りが良くなるので、必ず面取りをしておいてください。一番下のフェンス材は水平を確認しながら確実に張っていきます。何度も水平を確認しています。確認して貼った後はもう一度水平を確認しておきましょう。そしてその上のフェンス材はシムを置いて等間隔に貼っています。
シムを置くことによって何も考えず測らなくても同じような等間隔になっていきます。今回は 6mm のシムを使いました。こういう風に出来上がっていくと本当に気分がいいですね。剥がしていた床材を元に戻していきます。続いて立水線部分を作っていきます。これもフェンスの残った材料を使うのですが、このようにねじれています。そのねじれは後で取ることにして、まずはこの字型に接着していきます。ここでも当然水に耐えられるタイトボンド3を使っています。クランプでがっちり留めて一晩寝かしておきます。一度仮組みしてみます。ちょうど入りそうですね。ただ長さは長く作っておいたので、所定の位置になるようにマーキングをしておきます。ここでカットします。さて、じゃあこの水栓部分のところ柱を、完成させていこうと思うんですが、当然これはテーブル層の上に置いてみると、こんだけガタつきがあります。つまりこの面が平面じゃないということですので、ここを平面に加工して、このサイドを横の面を直角を出していきたいと思います。手押しカンナできっちり平面が出たかどうか分かるように印を鉛筆でつけておきます。まだ鉛筆の跡が消えてないところがありますね。これは平面になってないということですので、もう少し加工を続けます。綺麗になりましたね。オフカメラで横の面も加工しておきました。続いて蛇口が入る部分の穴を開けていきます。ここで少しだけお知らせです。このチャンネルのメンバーシップに参加しませんか？メンバーの方の質問・疑問に直接お答えするライブ配信が特典です。今はメンバーの方が少ないので、ほぼマンツーマンで質問に答えることができています。つまり今が最もお得ということになります。いつでもやめることができますので、概要欄のリンクからメンバーシップについての動画を確認してみてください。フェンスにも配管の通る穴を開けていきます。少し大きめの穴を開けるので、大体の中心を捉えられれば OK です。フォースナービットを使って開けていくのですが、あまりにも木くずが飛び散るので、一旦外して工房で穴を開け直すことにしました。穴を開けた後はもう一度同じシムを使って取り付けました。見てみましょう。今回のようにとても硬い材料の場合は、下穴を開けておかないとすぐに材料が割れてしまいます。必ず下穴を開けましょう。そして立水栓の取り付けはまさかのポケットホールで側面から取り付けていこうと思います。本当は裏から取り付けたかったのですが、なかなか難しいので、この方法を取ってみることにしました。そして取り付ける時に一度こうやって浮いてきてしまった場合は、ネジを緩めてもう一度締め直すことで、きっ
ちりと引き寄せられます。もし材料が浮いてきてしまった場合は、逆回転させてもう一度締めることをお勧めします。蛇口を接続していくんです。ここにシールテープを巻いておきます。シールテープは巻く方向を間違わないようにこういう向きに巻いてください。ねじ込むのがこっちなので、シールテープがこういう切り終わりだとこう巻き終わりがこうずりっとめくれ上がってこないので、必ずこういう方向に巻いてください。硬くなった。いいですね。座面まで当たってしまう前で、かつもうこれ以上もう一周回せないなっていうところで止めたいんで、もう一周いけるかな。いけここだ。あとはこの裏の配管たちを、ここですね、ここにある配管からこっちの配管につないでやって接続は終了です。ウッドデッキに水が戻ってきました。最後に立水栓の一番上を蓋をする天板を作っていこうと思います。天板なのでやや大きめの面取りをつけておきます。フェンスと接する面には面取りはつけません。8ミリのダボを使って取り付けていきます。完成しました。ただ流しの部分があまりにも汚すぎます。10年洗わないでそのままほったらかしです。今度はこれを磨いていきます。水を流しながらナイロンたわしでゴシゴシとこすっていきます。苔のようなものが取れて、そしてついているペイントは耐水ペーパー400番で落としています。全体を400番で研磨した後、600番でさらに研磨しておきました。だいぶ綺麗になったと思います。これで完成です。いかがだったでしょうか。木で水栓を作ると自分の思った通りの水栓にカスタマイズすることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。私はこのウッドデッキを増築する時のフェンスの余り材を使いましたが、皆さんは 1x4 なんかで作ってみてもいいかもしれませんね。今日の動画少しでも役に立ったと思っていただける方は、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。